にちは。今回はグノーシア第14話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。良い感じに次回へ続いたぜ。いや構成会議持ち越し発。いやラキオは期待通り場を盛り上げてくれるな。ラキオが釣られないと大体グノーシアなの笑う。4日目まで残ってるラキオは強いぞ。やっぱり初手ラキをしとくべきだったな。待て、エイシー主義者いるんだろう。どうなんだこれ。久しぶりに人狼やってる気がする。ラキオさんはテーマの相手としては最高だね。人間なのに嘘をつく AC 主義者の参戦って感じで面白かった。ククルシカは本当に味方なのか、それすらまだ怪しい緊張感がたまらない。やはり15人フルメンツはにはかかるよな。すごい正当人狼展開。 AC も出てきて複雑すぎるが AC はこの回とここぞという時くらいな気もする。ずっと面白いなこのアニメ。ゲームよりもキャラクターたちが人間的に動き回ることもあって難しくて面白い。ラキオが皆の投票先をコントロール &AC 主義者の確定するために和食のナポリタンをジナと食事するシーンよかった。また新しいの出てきたな。ユリコが真っ先にコールドスリープを懇願するのも予想外。重道、あそこで俺は人間はさすがにアウトだろ笑い。緊張感高くて見てて神経ヒリヒリしたし、来週に続くの気になりすぎる。あとなんか今回シピネコのビジュアルが良かった。いやー本格的にゲームみたいな感じになってきましたね。それにしても最後のラキオの顔よ。ラストのラキオが楽しそうすぎるんだけど、さすがにフルメンバーだと1話で終わらんか。やっぱりラキオがいると盛り上がるな。後半のラキオはマジでやばい。ラキオ長生きしたらダメだわやっぱ。結論初手ラキオ。ラキオ平常時でもグノみたいな顔しているしな。こっからひっくり返すのかなラキオ。ラキオはまたコメットと組まされてたのか。ここまで上院同士でバチバチする感じなかったから、ラキオのライバルポジションっぽいムーブはワクワクするな。これラキオがコメットに指示してエンジニアとかあぶり出したのかな。切り捨てる前提で有利視点、視聴者と考えてラキオとコメットはグノーシア確定でいいんかな。あとジョナスがどっちか次第か。エイシー主義者いるとクソややこしいな。ベタ的に新主義者にかき回される回だろうから、いなくなった中に新主義者いないだろうから、可能性高いのはやっぱジョナスかな。強靭ジョナスは敵役すぎるな。ここでククルシカが AC なら楽しい。最初にユリコ様が AC 主義者の説明してコールドスリープしたのは、今回はイベント回収せずにゲームに集中しろって意味もあったのか。難しいことになってきたけど元のゲームの完成度の高さがわかるな。今更で済まないけど守護天使防衛成功を平和っていうの。人狼用語ではね。グノーシアと AC 主義者は連携しないの。勝手に慕ってるだけ。グノはグノしかわからない。留守番で AC 主義者って 100% ないの。ゲーム的にできない守護天使名乗りがあったし。ないです。役職が割り当てられたら他の役職はかむりません。原作と違って今のところ AC 主義者存在は有利しか知らんってのだ。論理説明にくっそ難しそう。しかしククルシカ事件が有利の中で情報集め以上に思いのほかを引いてるな。まあゲームみたいには割り切れないしずっと怖いよな。あんなやつと一緒に過ごすのは。グノコメットが初手から重道釣りに必死になってたのは重道バグだったりして。しなしなグノーシアコメット可愛すぎる。なんかいけない気持ちになるぞ。ラキオがドクターに名乗り出た瞬間のコメットの表情。新情報に驚きってわけじゃなくさらに話ややこしくするの勘弁してよって感じの顔だから、まあコメットラキオがグノーシアなのは確定なんだろうなって気がする。ドクター宣言が真実かもしれないって考慮に入れてたら絶対に出ない顔ですよこれは。ほんとかわいいなコメット。2周目見たけど主張のなさすぎる説も普通に怪しく見えてきた。与えられてる情報じゃ絶対に確定的な答えは出ないんだけど楽しい。みんなの解釈が入り混じるこの流れ素晴らしいな。
グノーシアのアニメ化って感じだ。物語はついに真相編へ。中盤以降人間ドラマが中心となる回が多く、そろそろ人狼が見たいなぁなんて思ってたら、中盤でキャラの深掘りがされたことで人狼にも深みが出ていたし、ユーリがエンジニアという役職を授けられたことで AC 主義者の存在感がより光っている。ついに15人全員が集うゲームが開幕。役職がフルで出揃い、人狼が3人いるだけでも十分に頭を悩ませる状況だというのに、そこへ AC 主義者と呼ばれる虚言者まで加わり、戦況を読む難度は一気に跳ね上がった。正直黒幕であるユリコのことまで考えてる余裕がない。ユリコ様会かと思いきやラキオさんの独壇場か。ウソ苦手系コメットをロジック極不利ラキオがコントロールして、以前のルートのユーリちゃんくんへのリベンジを果たすと予想。こいつの顔芸は一体何の表情なんだよ。好き。難易度上級にて頭脳戦ゲーム再開。しかもいいところで回をまたぐので視聴者側も考えるという。本来こういう作品になると思ってたら展開に血も騒ぐ。わかるとは言ってない。余談だが乙女は人間ですって言われても、イルカじゃんとか考えてしまい脳が軽くバグる。原点回帰の人狼劇は見応え十分。3日目有利襲撃未遂からククルシカ守護天使確定としてドクターレムナンも確定か。ジョナスのグノとも思ったけど、グノ疑惑のラキオに協力意思はなさそうなので、ジョナスが AC 主義者ってことかな。ナポリタンは定番で簡単な真相の比喩かと。とうとう AC 主義者が重道が CS からの人間確定の時のラキオのごめんでポーズ可愛すぎない？あれはアニメならではのシーンだね。シピのこの勢いでのセリフが某アニメを連想させられてしまう。男前やわ。真実を知りたければ生き残れと語り、自ら初めにスリークに入るユリコ様のド S さにしびれる笑い。キャラ深掘りを経て AC 主義者のか乱、立ちはだかるラキオ。謎のククルシカと心理戦は極地へ。本作の核議論の難しさを取りすます。花田十騎士だから書ける脚本だな。見事。久々のがっつり人狼会。15人全員参加で見応えありすぎる。ストーリー超絶面白いし、キャラも魅力的で素晴らしいんだけど、さらに人狼部分をしっかり面白く仕上げてくれるの。最高に贅沢なアニメだと思います。そしていいところで次週に続く。1週間じっくり考察しちゃうぜ。人物と物語で見せたここ数話から再び本題の人狼ゲームの心理合戦へ。その回帰が鮮やか。全員参加。 AC 主義者なる前提を揺るがす新要素。ユリコの課題ククルシカ。多くの興味で改めて会議の難しさという物語の根幹で見せる面白さに感服。本作制作陣の手のひらの上でもてあそばれる感覚が心地よい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。